これでわかるミケランジェロ、神のごときと言われた天才芸術家。絵画で有名なのはシスティーナ礼拝堂の天井画と壁画。建築で有名なのはサンピエトロ大聖堂。これはブラマンテ、ラファエロなどの作業を受け継いで制作されました。そして彫刻ではダビデやピエタ。本人も自分は彫刻家だと言っていました。まず最初に有名なダビデのお話をします。こちらダビデ1504年に完成されました。高さ517センチ。もともとは高いところに置くように作られていたので、下から見上げてちょうど良くなるバランスで作られています。なので低いところから見ると頭が大きいアンバランスな感じになります。このダビデ、どこに置くかで大揉めになりました。ダビデは旧約聖書のイスラエル人とペリシテ人の戦いのところに出てきます。ダビデが最強の巨人であるペリシテ人ゴリアテを起点を利かせて石で倒してしまうというお話。彼が右手に持っているのが石で、今にも投げようとしているところです。この話はフィレンツェ政府にとってとても好都合でした。この時期フィレンツェを支配していた大富豪メディチ家が追放され、フィレンツェ共和国は喜んでいました。自分たちをダビデ、メディチ家をゴリアテとし、フィレンツェ共和国の象徴的存在として目立つところに置こうと、当初の設置場所ではないところに置くことにします。ただ、どこに置くかが問題になりました。総勢32名で話し合われます。その中にはレオナルド・ダ・ヴィンチやボッティチェリもいたとか。まず出た案がフィレンツェ政府の庁舎でもあるベッキオ宮殿の前。ここにはメディチ家が置いたユディトの像がありました。それをどかして代わりにダビデを置くという案。しかもダビデの目線は南になり、メディチ家が逃げ込んだローマの方向。ただそれではあまりに政治色が強くなってしまう。一旦この案没になります。会議に集められたのは芸術家たちで、メディチ家は芸術家にとって一番大きなパトロンでしたし、またいつ復活するかわからない。なので庁舎の前ではなく近くのロッジに置こうということになりました。ですがその後庁舎前に置かれることに変わってしまいます。政府の意向が強く出たのでした。結局ダビデは政治利用されてしまいました。現在はその場所にはダビデのレプリカが置かれ、本物はフィレンツェのアカデミア美術館にあります。このように芸術と政治は密接に関わっていました。ちなみにメディチ家は悪い評判もありますが、芸術に関しては大変重要なパトロンです。何よりこの時期の美しい作品たちはルネッサンスのヒューマニズムという運動が大きく関わっていて、その研究を引っ張っていったのがメディチ家でした。もう少し詳しくお話しします。ルネッサンスはフィレンツェで始まりました。メディチ家のコジモ・デ・メディチが聖書が同時通訳されるのを聞いて、今まで聞いていたローマカトリック教会の伝え方に疑問を覚えます。人間はすべて罪人として生まれている。だからその罪を死ぬまで償い続けなければいけない。というのがローマカトリックの教え。コジモはイタリア語で通訳されたものを聞いて、待て、違うではないか。真実はこうだったのか。ローマカトリック教会は嘘つきだ。人間の性そのものは悪でも罪でもない。だから人間は自分の性と生活を思いっきり楽しく生きていいのだ。と。封建社会と神中心の世界観の束縛から人間性の自由解放を求め、ヒューマニズムと個性を尊重する考え方が生まれます。フィレンツェの人文主義者たちが集まって勉強会をしました。ここで生まれた思想が新プラトン主義と呼ばれます。プラトンは紀元前400年前後を生きたギリシャの哲学者。ここでプラトンの思想をラテン語に訳してみんなで真剣に読みました。フィレンツェのメディチ家の居間で行われた新プラトンアカデミー。メディチ家が主催してパトロンとなり、知識人たちが自由討論できた学問サークル。後から出てきますメディチ家のロレンツォもそこでたくさん勉強し、自由思想の持ち主でした。神秘主義とも言われるプラトン思想。内面から燃え上がるような人間の情熱のほとばしりみたいなものを肯定します。当然ローマ教会が行っていた
上から強制する秩序とぶつかり合いになりました。ですが1492年ロレンツォが亡くなった後はその思想運動は消されてしまって、メディチ家はローマ教会と力を合わせフィレンツェを牛耳っていくことになるんですけどね。ミケランジェロもメディチ家のアカデミーで勉強し影響を受けていました。なので当時のメディチ家からの注文の時は自由にその思想を作品に載せることができていました。時代は変わり、教皇からの依頼で望まないものも作っていくことになるのですが、さてどんな人だったのでしょう。ミケランジェロの生涯を覗いてみましょう。1475年、フィレンツェ共和国のカプレーゼに生まれる。父は共和国政府の臨時職員として生計を立てていました。ミケランジェロ6歳の時母が亡くなり、一家は乳母と石工であるその夫と共にセッティニアーノに住み、父はこの地で大理石採掘場と小さな農園を経営しました。ミケランジェロ13歳の時に画家ドメニコ・ギルランディオに弟子入りします。翌年、フィレンツェの大富豪メディチ家のロレンツォに紹介され、14歳にしてプラトンアカデミーに参加しました。その時作ったのがこの階段の聖母。美しいですね。1492年、ロレンツォが死去。その後、ピエロ・デ・メディチがつきますが、なんとこの時メディチ家は追放されローマに移ります。そして修道士ジローラモ・サボナローラがフィレンツェを実質的に統治するようになりました。サボナローラは神がかった言動を繰り返す預言者で、とにかく演説上手。またフランス軍の侵攻も予言していたことなどからたちまち人気を得て影響力を持つようになりました。そして言います。贅沢を捨てよ。でないと神罰が下る。徹底した禁欲主義でした。シノリーヤ広場で高価な衣装や楽器、絵画などを燃やす巨色の卓形と呼ばれる儀式が行われます。ミケランジェロを取り巻く環境は激変し、彼はメディチ家の庇護から離れてベネツィアを経てボローニャへ移り住みます。1497年、ミケランジェロは教皇庁のフランス大使からピエタの制作を依頼されます。それは高く評価されました。人間の潜在能力の発露であり、彫刻作品の限界を超えたと。ですがこれを作った時、他の人の作品と間違えられ、ミケランジェロは自分のものだと主張しようとマリアの帯に自分のサインを彫ったとか。1498年、フィレンツェを牛耳っていたサボナローラの影響力が落ちてきました。芸術を愛する力が勝ったのか、もしくは極端な禁欲主義はフィレンツェの人たちには合わなかったのか、民衆の不満が爆発し、彼はシニョーリア広場で火あぶりの刑になりました。その後、ミケランジェロはフィレンツェに帰還しています。メディチ家夫妻のフィレンツェ、政府から作品制作の注文を受けます。その時の作品が最初にお話ししたダビデですね。1505年にミケランジェロは新しく選出されたローマ教皇ユリウス2世にローマへ呼ばれました。ユリウス2世が死後に収められる霊廟の制作を命じられました。それに取り掛かっている最中だったのですが、ユリウス2世からシスティーナ礼拝場の天井画の依頼がありました。ミケランジェロは自身を画家ではなく彫刻家であると自負していて、絵画は気が進まなかったのですが、断れず霊廟は中断して天井画に取り掛かりました。依頼は空を背景とした十二使徒を描くというものだったのですが、ミケランジェロはこの当初の計画を破棄し、創世記を中心とした構成に変更しました。そのうちの一つ、アダムの創造。旧約聖書によると、神は土からアダムという人間を作り、鼻の穴から精霊を吹き込むとなっていますが、こちらの絵は E.T. のように指が伸びてますね。まだ指先には触れていません。今にもその瞬間が訪れる感動の場面です。鼻より手の方が美しいですね。ミケランジェロ、職人ではなく芸術家であるということがわかりますね。6人の助手がいましたが、彼らの仕事の出来に不満で一人でやったとか、なかなか厳しいタイプ。4年後に完成しました。1503年、教皇ユリウス2世が亡くなり、次のローマ教皇はレオ10世になりました。レオ10世はロレンツォ・メディチの次男、ジョバンニ・デ・メディチです。ミケランジェロはメディチ一族の教会、サン・ロレンツォ大聖堂の正面のデザインの再建と彫刻による装飾を依頼されました。ただ2人意見が合わず途中で終わってしまったようです。
レオ10世は1521年に急死し、後継ぎのハドリアヌス6世も就任後1年足らずで亡くなってしまいました。その次に選出されたのはレオ10世のいとこにあたるメディチ家出身のクレメンス7世でした。このクレメンス7世はミケランジェロにとって最重要なパトロンの一人となりました。ローマ略奪。1527年、ローマで皇帝軍と教皇軍の衝突が始まりました。ハプスブルグ家の神聖ローマ皇帝カール5世がフランス王と手を組みます。衛兵部隊をローマに派遣して略奪を行わせました。クレメンス7世はサンタンジェロ城に逃げ込み、教皇軍は敗北しました。このローマ略奪に後押しされたフィレンツェ市民は、教皇クレメンス7世を後ろ盾として市政を支配していたメディチ家を追放しました。またメディチ家追放されちゃいました。そして共和派はフィレンツェを防衛するため市の城塞化を進め、軍事9人委員会を設けます。ミケランジェロはその一人に選ばれます。ミケランジェロにとってメディチ家はパトロンでしたし、もともとは同じ芸術思想を持っていたのですが、時代の波に乗り、彼はメディチ家を裏切りました。1530年、クレメンス7世と皇帝カール5世が和解したため、メディチ家はフィレンツェに帰還・復権します。共和派の指導者は次々と捕らえられ殺されました。ミケランジェロにも追及の手が伸びたので、彼はメディチ家礼拝堂の地下に約2ヶ月隠れて逮捕を免れました。クレメンス7世、自分を裏切ったミケランジェロでしたが、その才能を高く評価していたからか赦免し、メディチ家礼拝堂の建設の継続を命じました。さすが芸術の国ですね。最後の審判。クレメンス7世からシスティーナ礼拝堂の壁に最後の審判を書いてほしいと依頼がありました。以前天井画を描いたところですね。ミケランジェロはもうヘトヘトでした。やりたくない。ですがクレメンス7世諦めません。なぜならこの時期カトリック教会はルターの宗教改革との争いで危機感がありました。ルターはローマ教会が免罪符によって罪の償いが軽減されると人々からお金を集めていたことに疑問を持ち対抗していました。そして最終的にはローマカトリック教会から分離しプロテスタントが誕生するのですが、このプロテスタントは聖書に記されていることだけを信じ、偶像崇拝の禁止をしていました。カトリックは宗教画で聖書を教えてきましたし、何としても芸術による影響力が欲しかったので、クレメンス7世頑張ります。なかなか首を縦に振らないミケランジェロ。やっと縦に振った時にはクレメンス7世は亡くなる直前でした。完成したのはパウルズ3世の時代でした。救世主イエスは全人類に最後の審判を下す。天国行きか地獄行きか、右か左に振り分けられます。右は天国、左は地獄。左側はとても恐ろしく描かれています。人々は私も左と言われたらどうしようと恐れ、免罪符を買ってしまうのかもしれません。なので教会からしたら怖ければ怖いほど意味があったのかもしれませんね。この作品、実はミケランジェロの死後加筆されています。オリジナルはみんな裸でした。全裸はちょっとイエス様までとの意見が出ます。隠した方がいいのでは。パウルス3世はこれに応じませんでした。ですがトリエント公会議で宗教美術は交渉でなければならないと決められ、その影響を受け最後の審判も裸体で書かれた人物を部分的に隠すことが決定されました。彼の弟子ダ・ボルテッタによって下帯が出されます。ミケランジェロ生きていてその絵を見たらどんな気持ちになったでしょうね。ちなみにその後1993年に最後の審判が修復された時、ある程度元に戻るのですが、ボルテッタが加筆した部分が全て除去されるわけではなかったようです。これは歴史的資料として一部保存するという意味合いと、加筆によってミケランジェロのオリジナル部分がすでに削り取られて失われていたからということだそうです。裸体問題は天井画の時からありました。ミケランジェロの伝記の中でシスティーナ礼拝堂の天井に裸の人を描き足したことを非難した枢機卿に対し、ギリシャ人たちも裸体を描いたではないかと語えていたとか。にしてもマッチョなイエス様ですね。ピエタのイエス様と同じ人とは思えない。こちらに皮だけの人がいます。ミケランジェロの自画像説があります。シーンは分かっていませんが、
たくさん働かされてヘロヘロになっていたからとか、仕事に時間を取られすぎて着替えの時間も惜しんでボロボロの服のまま生活し眠っていたとか、また容姿のコンプレックスからとの説も。17歳の時、ミケランジェロは共に勉強していた仲間のピエトロ・トリジャーノに顔を殴られて鼻の骨が曲がってしまいコンプレックスに感じていたとか。どちらにせよとても自虐的ですね。ルネサンスは特に美しいことが求められていた時代。作品はもちろんですが、三大芸術家と言われていたミケランジェロ以外のダ・ヴィンチやラファエロは美しかったようです。ミケランジェロは生涯独身で男性の恋人が何人かいたようです。女性では40代後半の詩人で貴族階級の未亡人ビットリア・コローナに大きな愛情を抱いていたようです。お互いにソネットを送り合うなどし、それはビットリアが亡くなるまで絶えることがなかったそう。プラトニックの愛。男性で有名なのはトンマーゾ・カバリエーリという貴族の男性。ミケランジェロが58歳の時に出会います。トンマーゾは23歳でした。ミケランジェロがトンマーゾに宛てたソネットです。あなたの美しい顔を見れば、お神よ。私はふさわしい言葉を探すのに苦労する。私の魂は神のもとへと引き上げられる。この身は死者を包む白符のようであるのに。たとえ愚かな卑しい連中の好奇の目があざけろうが気にすることはない。私はこの愛の熱情に感謝している。忠誠と名誉を伴うこの愛に。トンマーゾは1537年に結婚してしまいますが、こうした二人のやりとりはミケランジェロが亡くなるまで続いたようです。ただ、キリスト教は同性愛を反対しています。ミケランジェロは詩や手紙を隠そうとしました。彼の死後、甥の手によって1623年に出版されますが、恋人たちの名前はすべて女性の名前に変更されました。1863年まで本当の名前は明らかになっていなかったようです。ミケランジェロは1564年ローマでこの世を去る88歳でした。ミケランジェロの伝記を書いたパオロ・ジョビオは彼のことを洗練されてないそやな人柄で、暮らしぶりは信じられないほどむさ苦しく、そうでなければ彼に支持する者もいたであろうに、と記しています。一般的に芸術家は自由なイメージがありますし、ミケランジェロはぶっきらぼうで人付き合いが難しいタイプだったようですが、その割に注文者からの依頼にひたすら答え続ける真面目な一面もあります。メディチ家の新プラトン主義の思想に影響を受けましたが、メディチ家が思想を変えてからも使いました。フィレンツェ政府の受注も受けました。また、人間を神の奴隷にしたローマカトリックの教えに疑問を持ちつつも、何人もの教皇に仕えて作品を作り続けたミケランジェロ、いかがでしたでしょうか。では最後にミケランジェロの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。